こんにちは。株式会社建商、不動産課の岡田です。本日は蓮池1号地2780万の物件の紹介になります。まだちょっと外構が仕上がってないんですけれども、このパイプのところの高さと一緒になりますので安心してください。前回一区徳田に紹介させてもらったんですけど、それと同様でこちら建物、外部コンセントついております。車の充電用と、普通の分で、2つついております。全体的に、黒で仕上げて、アクセントでシルバーが入っておりますので、非常にスタイリッシュな、お家になっております。それでは中のご案内に移ります。はい、こちら玄関になります。約2畳分のスペースございます。で、収納に関しましても2箇所ございますので、相当靴入るかなと思います。はい、棚下に、スペースありますので、普段すぐ履くスリッパとか靴とかなど、こういうところにも置けるかなと。で、あとアクセントで壁の色も変えております。はい、こちら 18.5 畳の LDK になっております。一応こういうところに棚とかもついておりますので、小物アクセントで置いていただいたら、こちらの壁も変えてますので、結構映えるんじゃないかなと思います。いいですね。おしゃれな内装で。そうですね。で、こういうところもアレンジできるので非常にいいと思います。で、今1階のエアコンの温度と温度計なんですけど、エアコン26度、温度計が 25.3 度。一応もうエアコン1台でワンフロア、全館空調できるように、なっておりますので、どこに行っても温度差がないような形になっております。こちらちょっと道路に面してるので視界が気になるって思われるかもしれませんが、歩道の手前にそこに、木の柵とか作ってもらって、ここでウッドデッキを置いてもらえれば、視界も気にならずバーベキューなどできるかなと思います。あと電動シャッターついておりますので、部屋の中にいながらシャッターを閉めることができます。電動シャッターだと台風の日に外に出なくてもいいので、そうですね、安心ですね。昔の家とかだったら雨戸、窓開けてこう急いでやってたんですけど、これだったらもうワンタッチでできますので非常に便利かなと思います。はい、で一応ここがテレビの場所になるんですけれども、だいたい壁掛けをすることによって、物があんまりない状態なので、スマートに見えるかなと。で、ここの収納をあまり見られたくないっていう場合は、ロールカーテンとか、そういう来客時にロールカーテンを下ろして、見えないようにするとか、そういうアクセントも使えるかなと思います。はい、こちらキッチンになります。収納がですね結構ありまして、一応こちらが全部収納になってます。全部でこれいくつあるんですかね。7箇所収納ございます。これだけたっぷりあると奥様はね。そうですね。こちらも空間があるので、ここでちょっと足りなければこちらに棚とか置かれてもいいかなと思います。で、あと食洗機、こちらもついてます。もう入れてもらって、こちらのスイッチを押してもらうとご主人さんでも食器が洗えるという仕様になっておりますですね。家事が時短になって。そうですね。かなり楽に時間有効活用できると思います。はい、こちら今ガスコンロついているんですけれども、IH の、ものに交換することも可能なので、ぜひ、ご相談いただければと思います。プロパンになりますので、災害時でも、スムーズに対応できるかなと思います。ちなみに西尾さん、ガスと電気、どちらがいいですか？私はガスがいいです。なるほど。結構料理をされる？そうですね。普段から日常的に料理はするので、その時にガスの方がいいかなと思いました、私は。なるほど。みたいです。あと、手が汚れてる時に
こう引き出し引くのってこう結構嫌じゃないですか。嫌ですね。例えば包丁変えたいとかなった時にこちらの収納だとこう膝で開け閉めができます。でこれだと、汚れている手でこう引いたりすることはないので汚れにくい仕様になっております。いいですね、衛生的で。はい、はい、こちら1階の、リビング横の和室になります。結構広いです。僕が、176センチあるんですけれども、ちょっと失礼します。もう楽々寝れます。大の大人多分3人寝ても全然ゆとりあるかなと思います。いいですね、楽しそうですね。楽しくはないですよ。ただこう広いんでゆったりできるかなと。一応窓もついてます。一応こう開けてもらって、網戸もついてるんで虫が入ってくることもないかなと。この和室見てもらったら分かるんですけど、ちょっと収納がないです。ただ検証ではテレビ裏に収納スペースがありますので、そちらをご紹介させてもらいます。どうぞ。はい、こちらがテレビ裏の収納になります。ここに洋服とかかけていただいたり、この上にも棚がありますので、こういったところにも物を置いてもらってもいいですし、で、後で説明するんですけれども、一応ここに電気の差し口があるので、コードをこちらの裏に全部持ってきて、前をスマートに見せたりとか、あと Wi-Fi とかそういう機器もこういう台の上に置いてもらったり、あとはもう帽子とかお洋服がとにかく多い方に関しては、ここにこの台の上にちょっと物を置いてもらったら収納もできるかなと思います。はい、こちら脱衣室になります。ちょっと注目してもらいたいんですけど、今日が31度の真夏日で外結構暑いんですけど、なんと脱衣室も 24.8 度なので、1階にあるので先ほど説明させてもらった通り、1台でもう脱衣室まで温度が均一になっております。で、収納等もしっかり完備しております。で、こちらに洗濯機を置いてもらってっていう形ですね。はい、こちらお風呂になります。結構広いです。で、ちょっと浴槽入ってみます。よいしょ。広々。足も全然伸ばせます。足を折ってもらったら、子供さんと一緒に入ってもらっても全然窮屈な感じはないかなと思います。はい、こっちの壁の色をちょっと変えてあげることによって、ちょっと高級な感じの仕上がりになっております。はい、浴室暖房乾燥ついております。なので、雨の日とかそういった時は、ここで洗濯してもらったものをお風呂場で乾かせるという形になっております。はい、そうしましたら2階をご案内します。はい、2階に上がってまいりました。2階も1台エアコンつけて26度で設定しておるんですけれども、階段ちょうど上がってきたところに温度計を置いてます。26.8 度。2階も、1台で全館空調できるような断熱性能になっております。そしたら部屋を案内します。はい、こちらが2階の洋室になります。結構広いです。ちょっと見てもらいたいんですけど、扉が2つついてます。で、なんでかっていうと、子供さんがゆくゆく増えたり大きくなったりした時に
ここに壁を入れることによってこの大きい部屋を2つにすることができるように扉は2つ、電気のつけるところも2つついております。こっちからバルコニーに行くことも可能です。結構高さもあります。はい、こちら寝室になります。結構広いです。ここはもう一つのお部屋として使っていただければなと思います。こちらもベランダがついておりますので、先ほど案内させてもらった部屋とつながるような仕組みになっております。はい、こちら寝室に、収納としてウォークインクローゼットついております。結構広々使えるかなと思います。上も高いので、服かけてもらったりこの棚利用してもらったりっていう形で、やり方はいっぱいあるかなと思います。階段隣にありますトイレになります。結構高さもあって、結構広々ゆったりできます。こちらが、納戸物置になります。結構スペース広いので、棚を作ってもらったりとかしていただいても全然めちゃくちゃ収納としては広い空間になっております。で、使い方によって書斎にしたりとか、使い方はいろいろあるのかなと思います。